こんにちは。今日は私が2025年に使う予定の手帳とノートをご紹介していきたいと思います。私はね、基本的に分冊が苦手なタイプで、なるべく手帳やノートの数を増やさないようにしてるんですが、なぜでしょう、この机を見ると。ね、たくさんある。本当にこんなに分冊できるのかっていう感じなんですけど、どんな風に使う予定かご紹介していきたいと思います。チャプターつけてますので、そちらもご活用ください。それでは行ってみよう。はい、まずはこちらのトラベラーズノートからですね。私はこのトラベラーズノートのみを持ち歩きの手帳として使っています。基本的にプライベートも仕事も全てこのノート一冊でやっていくっていう感じです。で、このトラベラーズノートの中には、いわゆるこのスケジュール型のね、レイアウトのものとして、こちらの入れ子手帳を一冊入れています。これは、体調管理のために使っている手帳になります。それから、もう一つね、このスケジュール型のものとしては、こちらのタッチ&フローのマンスリーを入れてますね。ここにはプライベートの予定のみを書くっていう感じで使ってます。それ以外には自分で作ったリフィル、仕事用とプライベート用のリフィルなんかを挟んでいて、これらをね、リフィルごとに使い分けながら、スケジュールを管理したり、タスクを管理したり、欲しいなって思ってるものを管理したりっていう感じで、もうね、これが全ての中心点っていう感じになってます。多分ね、こういうたくさん手帳を使われてる方って、家置きのものをちょっと大きめのものにして、母艦手帳って呼ばれてる方が多かったりするかなと思うんですけど、私にとっての母艦手帳はこちらのトラベラーズノートになります。で、基本的にはもう持ち歩くっていうことを前提に使っているので、なるべくこうサイズを大きくせずに、かつこう取り回しのいいというかね、このしおりとかがあるとこう引っかかりやすいとか、チャームついてると机に置いた時にチャカチャカうるさいなとか、ちょっと気になる時があるので、なるべく装飾もこう外して、かつね、仕事でも使っているので、会議室の場所とかで出しても浮かないような外側の見た目を維持するっていうのにこだわってるっていう感じです。で、筆記具はね、ある程度の期間使うと、ちょっとこう飽きが来たりするので、私はなんか3ヶ月ぐらいで使うペンを変えたりしながら持っていってるっていう感じかなと思います。はい、2冊目はこちらのロルバーンになります。ロルバーンは日記用に私は使っていますね。で、日記に使ってるから正直ね、このダイアリーのマンスリー部分のことはね、そんなに必要としてないんですよ。してないんだけど、私はね、このぶっといダイアリーリングが欲しいので、特にマンスリー部分は必要ないけど、毎年日記帳用として、このね、ロールバーンダイアリーを買ってるっていう感じです。今年はいろいろ悩んだ挙句に、このね、今年初めて出たクリアオレンジのカラーのものを購入しました。これめちゃくちゃ可愛くないですか？ここのね、リングのところがさ、青色なのもいいのよ。これすごい気に入ってて、もう今から使うのがめっちゃ楽しみなんですけど、私ね、ロルバーンをね、通常日記書いてる時って、いつもこの無印のね、リフィルノートについているリングに変えちゃってるんですよね。で、これに変えて、毎年こんな感じでね、書いてたりするんですけど、ちょっとね、普段使ってる時はリング変えちゃってるから、正直このリング見えないんだよね。それがもったいない感じではあるなってとこなんだけど、表紙はこのクリアオレンジのね、ロールバーンをそのまま付け替えて使っていこうかなと思っています。で、日記もね、私、この間ね、その文具女子博の動画上げたと思うんだけど、こういうさ、文具女子博とか行くと、こういう風に結構デコったりするんですけど、通常はあんまり、まめにこんなにシール貼ったりとかしないんですよね。このね、持ち歩きのトラベラーズノートの中に、ただただロルバーンの用紙を入れといて、ここに思いついた時にバーって書いていくみたいな感じにしてるんですよ。ここね、日記書こうとして日付だけ書いて結局書かなかったっていうね、名残が残ってますけど。そうで、ここに書いたやつをもうそのままこっちのね、毎日じゃないな。こっちのある程度メモ挟んである方にどんどん移行していって日記を書き溜めていくみたいな使い方をしてるので、ややこの通常のダイアリーロールバーンのままの姿で使ってるっていうことはないんですけど、このロールバーンのね、
見た目、最終的にはこのロールバーンの見た目に返ってくる感じで、日記は書いていっています。来年も使うの楽しみ。そして3冊目はほぼ日ウィークスですね。これはYouTube 用の手帳にしようかなと思って今年から作りました。今まで私ね YouTube のなんか管理っていうほどのことじゃないけど、登録者数の変化みたいなのはこうねメモったりしてたんですけど、ほんと正直それぐらいしかしてなかったんですよね。ただなんかどんな動画を上げたかとか、あとこういう動画上げたいなとか、撮影する時にこれ気をつけたいなみたいなことをちょっとメモっていってもいいかもなみたいな感じでね思い始めたので、ちょっとこのほぼ日ウィークスを使うことにしました。もともとはこれをねダイエット手帳にしようと思ってたんですけど、なんかこのほぼ日ウィークスに書くというつもりで似たようなね自分で作ったこの細めのノートみたいなのでやろうとしたらさ、もう分冊にしたせいで全然続かなかったんですよ。で、ダメだ、私毎日書くような内容のものは持ち歩かなきゃって思ったので、このね入れ子手帳のスケジュールが生まれたんですよ。で、それでこのほぼ日ウィークスの方の役割が空いてしまったから、これを何かに使いたいなと思って、じゃあ YouTube 用の手帳にしてみるか、ちょうどなんか書きたいなと思ってたしと思って、これにね書いていくことにしました。で、一応今どんなことをね書いてるかっていうと、普通にねこの登録者数の変化みたいなのは継続的に書いてるんだけど、どこに動画アップロードしたかとか、あとはここイベントが文具イベントがあったからそれに行ってきたみたいな、大体のほら毎年のさイベントスケジュールのイメージがつくといいかなと思って、ちょっとここにね書いてみたりしてます。あとはねこの辺とかかな、サムネイルをちょっと最初につけてたやつから変えた時を書いてたりとか、サムネは毎回ねここ貼ってたりするんだけど、なんかこういう視聴者さんからこんなリアクションいただきましたとか、これはあんまり見てもらえなかったからそんなに内容的に関心が皆さんがないものかもしれないなとか、そういうねなんか気になったこととかを書くようにしてます。こことかねめっちゃ恥ずかしいけど、なんかサムネのテイストをもっとおしゃれっぽくしたいとかちょっとなんかダサい感じで申し訳ないんですけど、そういうのね書いてたりとか、あとはなんかこの間あげた買ってよかった文房具はなんかめちゃすごい、なんかあげてすぐにねすごいこう再生数が上がっていて、そんなこと今までなかったから、なんでよかったんだろうみたいなのを書いてたりしてますね。音がいつもより大きかったのかなとか、8時にアップロードした方が良かったのかなみたいな、なんかねそういう試行錯誤を書いてみようかなみたいな感じで書いてます。わかんない、こういうのってさあんまさこの動画とかで言わない方がいいのかな。私はなんか結構こういう試行錯誤のさ過程をやるのが好きっていうか、ちょっとなんか言葉悪いですけど、ゼルダの伝説のさ謎解きやってる時みたいな気分って言えばいいのかな。これを試してみようかな、あれ試してみようかなみたいなのをやるのが結構楽しくて、それ自体がねなんか自分のモチベーションにつながるから、そういうのもねメモっていってもいいかなと思って書いてみました。そう、これはね多分ねこれはなんか続けられそうな気がしてます。更新頻度的にはね私週1回動画上げるか、多いと2回上げるかなぐらいの感じなので、週1週2ぐらいだったらそんなに忘れずに書くかなみたいな感じで多分続けられると思ってる。これはね後から書いてもいいしっていう感じです。というわけでこれは YouTube 用のほぼ日手帳でした。YouTube 動画をねあんまりというか上げてらっしゃらない方にとってはあんまり参考にならないかもしれないんだけど、ジムにね行かれる方とかなんか頻度がそれぐらいじゃないですか、週1とか週2ぐらいで行かれるような方とかはこういう感じで使ってもいいのかななんて思いました。はい、続いて4つ目ですね。もうここ以降は完全に不定期、もうランダムのタイミングで書きますよみたいなものになります。でこれはもうただのノートで、なんか YouTube とかで私雑学系の動画とか見るの好きなんですけど、なんかそれ見てもさなんか結局記憶に残らないみたいなところあるじゃないですか。でそれがややもったいないなと思って、もうちょっと人とさ話してる時にそういえばこの間見たんだけどって話せる
話せるようにというか、なんかこうちゃんと記憶にある程度さ、かけらぐらいは残るようになった方が、人と話した時にこう話題広げられたりして面白いかなとか思って、ちょっとね、そういうこうやや記憶したいことをノート的に取る、勉強用のノート的に取るために、ちょっとね、ノート1個作ろうと思ってこれを作りました。これこの間ね、動画でラミネートしてカスタムする動画っていうのを上げてるんですけど、それをね、そのノートにするつもりになってます。これはもう超気が向いた時だけとか、これ面白いなって思ったことをちゃんと記憶に定着させるために、こうなんか残したいなって思ったことを書くっていうイメージですね。ちょっとなんかリアルにどんなこと書いてるか見せた方がいいか。これとかね、寂しい夜にはペンを持てっていう本をすごいね、結構文具界隈でおすすめされてる方も多いと思うんですけど、なんか全然ね、文具界隈とかじゃないお友達にこの間これ良かったって言われたんですよ。で、いいな、面白そうと思って、それでね、ようやくこれに手をつけたんですけど、ちょっと私本をゆっくり読む時間、今正直自分のこう感覚的には取りにくいなっていう感じなので、オーディブルでね、聞いてみようと思って、オーディブルで聞き始めてました。で、その時になんか気になった言葉とかポイントになることみたいなのをちょっとこうメモりかけてるみたいな感じですね。これさ、11月26日にさ、オーディブル聞き始めてさ、私まだ全部聞けてないんだよね。多分6時間ぐらいかかると思うんだけど、まだね、多分3時間ぐらいのとこまでしか聞いてないんだ。なんか本読めないかもって思ってさ、オーディブルにしたのにさ、それもこうできてないっていうね。でもいいんだ、できてなくても。これは楽しみのためにやることだからさ。そう。あとはね、なんかこのアメリカはなぜ宗教で分裂しかけてるのかみたいな動画とかをね、ちょっと見て気になったこととか興味があったことみたいなのをババババってメモってるっていう感じですね。私結構ね、弟とか父親とかがこういう政治系の話とか地政学の話とかこう好きなタイプの人なんですけど、家族で話してる時にね、こう自分だけなんかこうややついていけないとか、ちゃんと分かってないなって思うところがあって、なんかね、そこにもこう追いつきたいなと思ってちょっとこうね、書いてたりします。でもさ、これさ、11月のさ26でさ、このノートの更新もさやってないっていうことはさ、どんぐらい気分かっていうことだよね。はい、というわけでこれは4冊目のノートになります。で、5冊目がシステム手帳ですね。これは過去の動画でもご紹介してると思うんですけど、本当にね、使い方何にも変わってないです。私がこれでやってるのはね、長期的に管理したいなって思ってることを書くっていうものです。病院に行った記録とかですね。あと、何書いてたっけな。そうそう、コンタクト。結構私カラコン好きでいろんなカラコン試すんですけど、それのね、何が良かったかとかを忘れちゃうから、こうね、メモりたいなと思ってこう書いてるっていう感じで、次これリピろうとか、いやこれはもうちょっといいやリピなしだなみたいなのをメモってたりとか、あとはね、この手帳、今どんな手帳買いましたとか、そういうログになるようなものをここには残してたりとか、あとはね、 YouTube で気になったレシピとか、人からこうお土産いただくことってあるじゃないですか。で、その時にいただいてよかったなって思ったものをメモってます。で、これはなんか他の方にお土産、手土産みたいなお渡ししたいなって思った時に、これ持っていけるといいなと思って書いてます。私本当に手土産のセンスがないので、他の方がどんなものをこう渡してるかっていうのを記憶しておこうと思ってここに書いてます。でもさ、そんなにこうたくさん手土産をねいただくような機会もないから、別にそんな更新頻度が高くない、なんか発生した時だけ気分で更新するみたいな感じになってるかなと思います。あとはね、最近追加したのはこの憧れてるアイテムみたいな X とか、これちょっとね X の写真借りてるからあれなんだけど、 X で見たものとかで到底今ねそんな軽い気持ちで買えるものじゃないんだけど、なんかいつか手に入るといいなって思うちょっとねお値段のお高い素敵なアイテムとかを、忘れないようにメモってるページっていうのを追加してます。これは家置き用で、かつ本当に不定期に、更新するシステム手帳になります。はい、そしてラストがこちらの、ファイロファックスの丸電のライジング3っていう限定色の、システム手帳になります。これはね、もうめっちゃわかりやすくてバスケ手帳です。
私最近バスケ好きでよく見に行ったりしてるんですけど、そのね、バスケ見に行った時のこういう半券をしまっておいたりとか、あとは代表戦があった時のね、スコアを書いてたりとか、あとはこの合宿にね、代表の合宿に参加したメンバーをメモってたりとか、そういう感じで使ってるっていうものになりますね。このあたりとかはね、全体のオリンピックに向けたこう試合のスケジュールだったりとか、あとは、これすごい記憶に残ったなっていうバスケのニュース、本当に大きなものだけメモってたりとか、観戦行った日とかを書いてたりするって感じですね。あとはトレカ系もね、ここに入れてるかなって感じ。うん。はい、なんでもうこのバスケ手帳はめちゃくちゃなんか更新するっていう感じというよりかは、なんか大きな出来事をこうメモっていくみたいな感じにしようかなと思ってますね。で、これも本当に気分でしか書かない。なんかこう手帳を書きたいなって思った時だけに書くためのものっていうのに近いのかなと思います。これもね、長期的に残していこうとしてるものなので、システム手帳にしてますね。そう、このね、2つは本当に長く使っていくというか、残していきたいものを残していくために使ってるっていうイメージです。なんかシステム手帳はね、私なんかそういう使い方が自分には向いてるなと思っていて、そういう使い分けにしてるかなというところです。はい。というわけで、2025年に私が使う予定の手帳のご紹介でした。基本的にね、私分冊とかこう管理するものが多くなることが苦手なタイプなので、もう基本はもうこのトラベラーズノートをどこにでも持ち歩いて、全てをこの中に書いていくっていうのがメインになるかなと思います。で、それ以外に、こう、どうしても分けて残しておきたいなって思うこととか、あとは気が向いてね、なんかちゃんとまとめたいなって思うようなことだけはこっちにこうペッて書くような、流れになるのかなと思ってます。もう管理をこうなんていうの、義務付けるようなものはもうなるべく増やさないっていう感じでやっていければいいかなと思っております。またね、2025年の中頃になったらどんな感じで実際使えたかっていうのをさ、ちゃんとレビューしたいよね。ちゃんとこう使っていけたのかみたいな。どうせ使ってるうちにさ、そのうち飽きたりとかさ、ここ変えたいな、みたいなとか出てくると思うんですけど、そういうのもね、また動画にしていけたらいいかなと思います。それでは皆さんも2025年にね、こういい手帳が決まってますように。また次の動画でお会いできたら嬉しいです。バイバーイ。